こんにちは。おはようございます。いつも動画見ていただいてありがとうございます。私は今車中泊をしながら日本一周しているんですけど、リゾートバイトしながら普段はね日本一周をしていて、で今はリゾートバイトが次のお仕事までお休みの期間で1ヶ月あるので、車中泊しながら日本一周をしています。でその様子を Vlog で動画で上げているんですけど、最近また登録してくださった方も増えてきたし、自己紹介って私ちゃんとしてなかったなと思って、今日はね自己紹介の動画を撮ろうかなと思っております。で普通の自己紹介の話してもいいかなと思ったんですけど、今日はねMBTI を元に私のお話をしたいと思っております。で結構ねいろいろまとめてみたんですよ。私はこういう性格だみたいなさ、まず MBTI ってさ何かっていうとこからお話ししようと思うんですけど、心理学者ユングっているんですけど、そのユングの理論を元に開発されたって言われてて、世界的な性格診断なんですよ。で韓国のアイドルだったかながなんかそれを自己紹介で言い始めてからなんか流行ったみたいな感じなんですけど、このね16 Personalities っていうサイトがあるんですけど、それで調べれるんですよ。質問に何十個にも答えるとそれ自分のその MBTI が出るんですよ。でそれがいっぱい種類があって、いろいろって言ってもその16 Personalities だからさ16種類なんですけど、その中で4種類のね診断というかね、診断の種類があって、興味関心の方向とかね、ここに画像を出すんですけど、物の見方とか判断の仕方とか外界への接し方みたいな感じで、それが自分がどっちに当てはまるかをでその種類がね16種類の中から決まるんですけど、私はね INFP っていう仲介者っていうタイプなんですよ。で仲介者はね日本人の中で一番多いタイプって言われてて、全体の 16% なんですけど、私のその性格とかこの自己紹介でね、私ってこういうタイプだなっていうのをその INFP のねこの MBTI に沿ってねお話しできたらなと思っております。でまずねその診断の方法なんですけど、興味関心の方向っていうのがまず内向型か外向型かってあって、簡単に言うと内向型は人と会うのは好きだけど、すごい疲れちゃうから一人でこもる時間が必要だったりとか、一人の時間をものすごく大切にするタイプで、逆に外向型は疲れた時に人と会うことで元気になるようなタイプっていう感じなんですよね。で私はもう完全にこれ私は内向型なんですよ。で内向型で人と会うのは好きでもやっぱり人と会った後ね、その人が好きだろうが嫌いだろうがですよ、関係なくてその次の日とか数日間はもう一人で過ごしたいっていうのがあって、だから私は一人旅が好きなんですよ。でたまに人に会ったりとかするけど、やっぱり基本的にはこうやって一人の時間っていうのをすごく大切にしたいから、だから私は仕事もオンラインでできる仕事、ウェブライターをずっとやっているんですけど、ウェブライターとかパソコンでできるブログとかね、YouTube もYouTube はその Vlog っていうその撮ったりとか喋ったりはあるけど、やっぱ動画編集は自分でしてるしさ、こうパソコンに向かってずっとこもって何かをするっていう仕事を選んでいたんですよね。でもやっぱり今は私人と関わることでしか学べないことってすごいたくさんあるなって思って、友達とかさこう家族とかの人間関係もそうだけど、パートナーシップとか特にさ、自分の見たくない自分がどんどん見えてくるみたいな感じだから、私結構そういう人と関わるっていうことを最近はすごく大切にしているんですよ。だからさ私結構さ一人で旅しててすごいです、一人で生きててすごいですとかって言われるけど、パートナーシップも私は普通にやっていて、そうだからそこの中でしかできない体験とかさ、感情とか、こういうこと言われて私は傷ついたのなんでだろうとかさ結構そういうことを感じるの楽しんでいるんですよ、感情をね。だからそうやって人と関わる時間っていうのは昔に比べたらすごく増えたなって、昔はそれすらやってなかったから、パートナーシップも私はいらないと思って生きてたしね。でも途中からそこでしか学べないことがすごいあるなって思ったから、そうやって私は今人と関わるっていうこともやっているんですよ。で前はさその海外を旅してる時って基本的に私1カ国1ヶ月滞在して、でそれが終わったら次の国に行く。でビザなしで私は入国しているので、その国によって3ヶ月入国できるとか半年入国できるとかあるんですよね。だからその最大期間を滞在して次の国に行くっていうことが多かったんですよ。で私結
結構さ海外引きこもりっていうのをよくやっていて、この国ではもう私ご飯しか食べに行かない、観光も例えばするとしても1日とかね、その1ヶ月の間に1日2日だけとかっていう感じで、もうご飯食べる時だけしか外に出ずに、もうご飯もデリバリーで済ませることもあったりとかしながら、もう一日中私はずっとパソコンに向かって本を執筆したりブログを書いたり、そういう引きこもるっていうことを結構よくやっていたんですよ。こういう私は内向型です。で、考え方とかもさ、結構なんかやっぱ自分でずっと一人で深く考えるっていうのがすごい好きだからさ、自分とは何なのかとか、何のために生きているのかみたいなことを考えることが私めちゃめちゃ好きで、考えるけど結局答えが出なくて終わるっていうことがやっぱ多いんですよ。これはなんでかっていうとね、多分ね、私その考えたり悩んでいる時間が多分好きなんですよね。だからさ、結構私ASD なんじゃないかっていう動画を2本目出した時も、なんか変わらないこと余計なこと考えすぎとかっても言われたんですけど、そうじゃないんですよね。その余計なことを考えていることがすごく好きなんですよ、多分脳が忙しいんですよね、いつも常に、っていう感じ。はい。で、次、物の見方なんですけど、物事の捉え方とかっても言われてて、なんかね、 S の感覚型と N の直感型ってあるんですけど、 S の感覚型っていうのはね、もう具体的な感覚で現実的に物事を捉えるタイプで、過去に実際に起きた出来事を元にして分析したりとか、実績のある手法を用いるっていうタイプなんですよ。もう私は真逆で、この N の直感型っていう感じなんですけど、結構ね抽象的に捉え、その奥にある本質を探そうとする。だからさっき言ったみたいに、私はなんで生きているんだろうとかさ、そういうことを探そうとするタイプなんですよね。だから結構ね、感覚的に動くっていうか、直感で動くとかね、そういう感じなんですよ。だから、これしたいとかさ、楽しそうで動いちゃうんですよ、もうすぐ。で、それがやっぱり私は長所でもあり短所でもあるなって思うんですけど、なんかやりたいと思ったらもうすぐやりだしちゃうんですよね。あんまり深く調べることもあるけど、もうやりたいと思ったらそれに向かって一直線に動き出すっていう感じで、リゾバとかさ選ぶ時も、ここ良さそうだな、雰囲気がみたいな、そういうので結構選んじゃうんですよ。時給がちょっと低いけどここ楽しそうだからこっちにしようみたいな感じで選ぶこともあるんですよね。だからそういう感じで選ぶことが多いかなと思います。で、次がさ、判断とか意思決定の仕方なんですけど、これはね F と T があって、 F の方が感情タイプっていう感じなんですよね。で、これはそのさ、一緒に自分とか関わる人たちの感情とかを考慮して意思決定を重視するって言われていて、思いやりがあったりとか人間関係を尊重することを好むって言われています。で、 T の方は思考タイプって言われていて、論理的に合理的な意思決定を重視するっていう感じなんですよ。客観的な事実とかを元にして最善な行動を起こすことを好むって言われているんですけど、私はもうかなりこれ F の感情型で、本当に人に左右されちゃうっていう感じ。なんかやっぱ嘘がつけないとよくこのタイプの人は言われるんですけど、その理由もさ、やっぱ嘘をつくともう顔に出ちゃうとかさ、その嘘をつく罪悪感を感じるとかさ、あとはなんかその自分自身の心と行動が一致してないじゃん、嘘をついてる時って。それに対してすごい異常になんか違和感を感じたりとかね。で、嘘をついた状態を維持するっていうことに耐えられなくなったりとか、なんか相手のやっぱその人とさ長期的な関係を築きたいって思うから、いつかその嘘がバレるんじゃないかとかさ、信頼関係が破綻してしまうんじゃないかっていう恐怖を感じて、それが嫌で嘘がつけないっていうことが結構あるんですよ。だけどちっちゃな嘘っていうかさ、相手を思いやるからこそついてしまう嘘っていうのもあってさ、例えばなんか大丈夫とか体調悪いのに、なんかそうやって聞かれたら大丈夫だよって言っちゃったりとかさ、で相手から何かプレゼントとか何かいただき物があった時に、本当はそんなに気に入ってなかったりとか、欲しくないものだったりしても、ありがとうってなんかすごい喜んだりとかね、なんか自分を守るために嘘をつくこともあって、なんか深く関わりたくない相手
に表面的な対応をしたりとかさ、なんかそういうこともやっぱやっちゃうタイプなんですよね。で結構なんかその仕事場でなんか誰かが怒られているとか、そういうなんか怒鳴っているとか、そういうのを見ると私が怒鳴られてるんじゃないかっていうぐらい共感するとかね、結構そういう共感タイプって感じでよく言われて、感受性が豊かとかさ、共感性が高いって言われて、誰かがそうやって怒ってたりすると、それ自分が怒られてるような気分になっちゃったりとか、相談をされてすごい落ち込んでいる人がいたら自分も一緒に落ち込んじゃうとかね、外側の影響をめちゃめちゃダイレクトに受けるんですよ。だから疲れるんですよ、人といると。だからさっき言ったみたいに、友達と会うのは好きだけど、そうやって喋ったりするのも好きだけど、情報交換したり意見交換したりするのは好きなんだけど、それでめちゃめちゃこう入ってきちゃって疲れちゃうから、しばらく一人になりたいっていう感じなんですよね。で次に見るのが物事の進め方なんですけど、J の判断タイプと P の知覚タイプってあって、この J の方はね、もう事前に計画した通りに物事を進めることを重視するタイプなんですよ。で規則正しく慎重っていうタイプで、リスクの大きい行動を避けるのもこのタイプって言われているんですよね。で P の知覚タイプっていうのはもう柔軟で臨機応変に物事を進めることを重視する。だから計画を立てなかったりとか、気の向くままに行動したりとかっていうタイプだから、リスクの大きな賭けをすることも好んじゃうタイプって言われていて、私はこれは P なんですよね。で P の知覚タイプなんですけど、もうね、臨機応変とかもう柔軟性っていうのがもう私はめちゃめちゃ重視するというか、もうそうなっちゃう勝手にみたいな感じで、だから旅とかもさ、今日本一周をしているけど、夕方にどこで寝るか決めてないとかさ、明日の朝何するか決めてないとか、そんな感じなんですよ。でサーフィンもするから、今日は波がこんな感じだからちょっとこっちに行ってみようとかさ、で前の日にここが良さそうだから明日はじゃあこっちに行ってみようかなとかさ、結構そういう感じで計画をするんですよ。計画っていうかもう前日に立てるみたいな感じなんですよね。だからなんか例えばそれで決めていたとしても、たまたま見た看板とか何かで、うわここのご飯屋さん美味しそうだからやっぱりこっちに行こうとかさ、なんかそういう行き先をもうパッと変更したりするから一人がいいんですよ。なんか例えば誰かと一緒だとさ、ここに行こうって決めてたから、なんか違う場所に行きたいって言いにくいなみたいなことを考えちゃう。だからじゃあ今度一人で来ようかなとかさ、そういう風にやっちゃうんですよ。だから一人だとなんかご飯行こうと思ってたけどまだお腹空いてないし、なんか後にしようとか、そういうことを勝手に計画をね、柔軟にこう変えながら動いていくから、だから一人が好きなんですよね。でさ、でもね、私ね、結構ね、私昔多分 J だったんじゃないかなって、なんか計画立てるのすごい大好きで、旅行行く時ももうしおり作るぐらいの勢いで、何日の何時からここに行って、でこことここ Google マップでさ、行き先もピンでピッ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 ってやって、このルートで行くと一番効率よく回れるなとかさ、で電車乗るにしても何時の電車に乗ろうとか、時刻表を調べて、で何番出口から出ると近いとかさ、どこの出口から出ると一番近い場所に出れるとか、電車の何両目に乗るとそこの出口に近いとか今じゃ考えられないけどさ、そういうことを私やってたんですよ。でも計画通りに行かないことがすごい嫌だから、じゃあここの1時間は余裕を持たせて余白時間にしようみたいな、そこでちょっと伸びても大丈夫みたいな計画を立てたりとかしてたんですよ。そうでも今はもう本当にそういうことしない。だから例えば知らない国に行ったとしても、だから今は結構海外とかも1ヶ月滞在とか2ヶ月滞在とかをするから、この間スリランカも初めての国だったけど、結局トータルで3ヶ月ぐらい滞在したから、もう3ヶ月も滞在するなら行ってから調べればいいやっていう気分になるんですよ。だから1週間の旅行とかだったらさ、事前に調べて、ここ行きたいここ行きたいここ行きたいってやっぱ抜かりなく調べたいけど、そんなに1ヶ月以上いるならさ、もうその間に、天気の雨降るかもしれないし、晴れの日にここは行きたいなとかさ、もうなんかルーズにやっぱなってくるんですね。ルーズっていうか、そうやってその行ってから決めればいいかっていう感覚になってくるんですよ。そうだから今はもう完全に私は P だけど、昔はだからそうやって J だったかなって思うし、そうやってその性格診断ってさ、この人はこういうタイプだから私とは合わないなっていうのが分かってくるんですよ。どっちがいいとかじゃなくてね。
私はこういうタイプで、あなたは反対のタイプだから一緒に旅するのは多分合わないだろうなみたいなのが分かるんですよね。だからそういうのがいいなって、だからさ、結構さ、私はそうやって計画を立てるのが苦手って今は分かるんですけど、昔はさ、私はその計画を立てるのは好きだったけど、その計画通りにいかない自分にすごいこう自己嫌悪になったりとか、なんで私はできないんだろう、この人はできるのになんで私はできないんだろう、人と比べて落ち込んだりとか結構してたんですよ。だけど、私はこういうタイプなんだなって分かってからは、私は5年後10年後とか逆算することができないタイプだっていうのが分かってさ、で本とか結構読むの好きだから、本読むと5年後10年後から逆算して1ヶ月おきの計画、1ヶ月ごとの計画を立てましょうみたいなさ、いうのとかもさ、めちゃめちゃやりたくなるんですよ。やること自体は好きだから。だけどそれに対して着実に、じゃあ今日はこれをする、明日はこれをするって計画を立てたとしても、それ通りに動けないんですよ、自分が。だから途中で飽きたり嫌になったりとか、耐えることができない自分に対して嫌になってたけど、私はそういうことできないタイプだなって、もう1年後どころかもう1ヶ月後に何してるか分かんないみたいな感じだからさ。だからよくさ、何を目指してるんですかとかさ、なんか将来どうなりたいですかとかって言われてもさ、別に深く考えてるわけじゃないんですよ。ただやりたいからやってみたよとか、ワクワクしたからやろうと思ってるんだよねみたいなぐらいのノリだからさ、別になんか例えばなんで日本一周してるんですかとかもさ、本当になんかやりたいからやってるんだよみたいな私はそういうタイプです。だから私は結構さ、騙されやすいタイプでもあるんですよ。なんか人をさ、信用する、すぐ信用しちゃう。だから海外とかもさ、本当にそうだけど、なんかね、本当に騙されやすいの、私。で、この人を信じたいっていう気持ちが結構やっぱ大きいんですよね。なんか疑いたくないっていう気持ち。なんか結構私はよくそうやって旅で失敗したり騙されたりするたびに言われるのが、学ばないよねって。なんか同じこと前もあったじゃんとかって言われるけど、この人は違うかもしれないってなるんですよ、毎回。だから前と同じ状況だけど、この人はそうじゃないかもしれないって、その人を信じたい気持ちがあるから結局信じて騙されるみたいな。だから人を疑うことを覚えた方がいいよって私結構さ、その身近な本当に大切な人から言われたことがあったんですけど、なんかすごい悲しい、その生き方って悲しいよなって。別にさ、その人はそうやって自分を守ってきたんだろうけど、私はそうやって守るのは嫌だなっていうかさ、でもそうやって騙されるのも嫌だから人を疑いたいって思うけどさ、疑えないんだよなみたいな。だからなんか誰かが困っているとかさ、何か助けてって言われると、私が何とかしなきゃとか助けたいって思うから、それを利用されることが多かったんですよ。だからお金を貸しちゃうとかさ、自分もそんなにお金に余裕があるわけじゃないのに、この人がすごい困ってるから出さなきゃみたいな気持ちになってるとかさ、何やってんのみたいな。だからそんな感じなんですよね。そうだから夢とか理想を語る人が私結構好きでさ、私はこういうこういうことやりたいんだよねみたいな。だからそれでこういうお金が必要ですよみたいな。だから金銭的な被害を受ける人も多いんだっていやもうまさに私って感じ。そうだから自分が疑う、その相手を疑うことで相手を傷つけちゃうんじゃないかなみたいなことも考えたりとかしちゃうからさ。だからなんか自分が、私結構違和感とか感じるタイプなんですよ。この人こういうとこあるなみたいな、なんかちょっと嫌だなみたいな、結構私最初の段階でさ感じることはあるんですよ。でもそれを無視することが多いんですよ。いやそんなことを思って相手に失礼だとかさ、いやなんかそうじゃないかもしれないのにそんな風に思うのは嫌だなみたいな。で自分の違和感を無視するっていうことがあって、例えば半年後とか1年後とかにあの時の違和感間違ってなかったなみたいな失敗は結構します、だけどやっぱり相手を信じたくなっちゃうんですよね、っていうタイプです、あとはね INFP のタイプはね、自己表現力が高いって言われたりします。で私は結構さ、本当に昔からブログをやったりとかインスタとかさ、発信するっていうことを結構やっていて、で YouTube を投稿したり SNS の発信ってずっとしてるんですけど、私さなんでそれをしてんのかなって、結構私さ承認欲
求があんのかなって、自分でそれが強いのかなって思ってたし、本当に強かった時期もあったと思うんですよ。投稿してすごいですねって言われることで安心するみたいなさ。でも最近気づいたのはさ、やっぱり私その承認欲求じゃなくて、自分で自分を認めることがしたかっただけだったんだなって。別に周りから認められたいわけじゃなくて、自分が自分をちゃんと認めてあげる。なんかそのこんな自分、こんな嫌なところもあるけどそれも私だよねって認めてあげたかったんだって気づいたんですよ。だから人から認められたかったんじゃなくて、自分が認めてあげるっていうことをやりたかったんだっていうことに気づいたんですよ。そうで、それを気づいた時に、私がなんで SNS の発信をしているかって、ただ自分の体験を、こういうことをやったんだよ、こういうとこ行ってすごい良かったよとか、こういうことをしてこういうことを感じましたっていうことをシェアすることが好きなんだなっていうところに至ったんですよ。だからなんか最近はどう思われてもいいじゃないけどさ、自分はこう思うからこうするっていうことになんか素直に動けるようになったなって。昔はその承認欲求を求めていただろうなっていう時は、やっぱりこうやってするとよく見えるかなみたいなさことを考えてたかもしれないなって。なんかでも今はそうじゃなくて、本当に純粋にさ、なんかサーフィンして全然上達しないところからさいっぱい食べるとことかさ、そういうのを普通にあげてるけど、それって別に承認欲求じゃなくて、私ってこういうこと体験したよって、楽しかったからぜひやってみてねぐらいの感覚なんですよ。それでさ、私の動画を見てこれをやってみました。例えばリゾートバイト、50歳60歳だけどリゾートバイトやってみようと思いますっていう人が現れたりとかすることがやっぱ嬉しいんですよ、それはね。だけどそういう人を作るために、私はこういう人を助けたいからやるとかじゃなくて、自分がやりたいからやる。でその結果それが誰かの役に立ちましたっていう、逆というか、いつも私がやりたいからやるが先にはあるんですよね。そうだからそれが私の発信の仕方なんだなっていうことがやっとこう分かったっていうか、このさ MBTI を見て、私ってこういうタイプでこういうことが好きだからやってるんだなっていうことが分かったんですよね。だからそれがなんかこう自分を知っていくとか、自分の感情を見て、私はこういうことをやりたいんだ、こういうことが好きなんだ、じゃあこういうことを今度しようとかっていうのが分かってきたっていうのは、すごい私はね、このMBTI をさちゃんと深く見てよかったなって。もっと多分出てくると思うんですよ。自分はこういうタイプで本当はこういうことがしたいとかさ。あとはね、言語化力が高いっていうのもよく言われるタイプなんらしいんですよね。で、私は実際にそれを言われたこともあるんですよ。なんかすごい言語化が上手ですねみたいな感じで言われたりとか、自分が思っていることをこうでこうですみたいなことを言葉にするのが私は好きなんですよ、多分ね。で、昔はさ、私それができなかったっていうか、もともとブログを書いたりとかやっていたから、自分が思っていることを文章にする、紙に書くもそうだけど、あとはパソコンで打ち込むとかって、やっぱり考えて口に出すよりもタイムラグがあるんですよ。でブログとかも特に編集とかもできちゃうから、自分がこう思っているって書いてみて、なんかやっぱ違う、こうやって書き直そうっていうことができるから、だから言語化しやすいかったんですよ、今までは。でも人と喋るってさ、そのタイムラグができないじゃん。もう人から言われたことに対してパッて答えないといけない。でもそれ、人と喋るのが得意な人って、そうやって自分が考えて、こういうことを言おうっていうことをパッてできるタイプだと思うんですよね。だけど私はそれができなかったんですよ。だからパッて言ったことで人を傷つけちゃったりとか、人に嫌な思いをさせる発言をしちゃったりとかっていうのをしてて、で私はそれが嫌だから直そうと思っていたんですよ。もちろんさ、人を傷つけることはやりたくないからさ、自分がやりたくてやってるわけじゃないし、もちろんね。でそれを直すために私は音声配信を始めたんですよ。で音声配信は5分ぐらいだけ自分が思っていることを喋るっていうことをやったんですよね。でそれは1年ぐらい続けたんですよ、毎日発信っていうのを。休んだ日があったりとかもしたけどさ、で基本300何日っていうのを400日ぐらいかな続けたんですよ。でその結果やっぱり
こうやって何も考えずに何も見ずに喋るっていうことができるようになって、今の YouTube にもつながっているなと思うし、だからその音声配信してよかったなってすごい思っているんですよね。結局はやっぱ練習だったなっていうことも思うけど、今でもやっぱり人を傷つける発言をやっちゃうっていうこともあるんですよね。そうだからそれは難しいけど、だけどやっぱり言語化するっていうのはやっぱり言葉にしないとさ始まらないからさ、自分が思っていることを。で、私は結構頭の中で思うことってたくさんあるんですよ。自分の中の頭の中ってすごいいつもいろいろ何か考えているし、なんか考えすぎって言われることもよくあるんですよ、本当に。だけどそれをこうやって言葉にしたりとか文章にしたりとかっていう、自分で言葉にしないと、例えば夢とかやりたいこととかも言葉にしないと叶わないと私は思うからさ、それを人に言わない別にしてね、言葉にしないとそれがやっぱ叶わないと思うからさ、だからやっぱり言語化するっていうのはすごく大切な能力だなって思うけど、それは得意不得意はあるとは思うけど、それで練習もできるんだなっていうことも分かったんですよ。そう、全然関係ない話になっていっちゃってたそう、これも私よくあるあるで、何を喋ってるか分かんなくなってきたっていうことも声に出してたんですよ、音声配信の時では。でもそれも練習だったなって思うし、私はこういう性格ですっていう今日はそういう動画を撮りたかったんですけどそれがうまくできているか分かりませんが、私はこういう性格です。で、私のことを全然知らずにさ YouTube で知ってくれた方もたくさんいると思うし、中には YouTube を始める前からインスタをね見てくれた方、ブログを見てくれた方も中にはいらっしゃるかもしれないなと思っていて、だから知ってること、私のことを知ってる人もさ中にはいるから、そういう方にとっても、初めて最近私の動画を見始めたっていう方にとっても、私ってこういう人ですっていうことを、その MBTI の診断の私は INFP ですよっていうところをベースにちょっとお話をしてみました。っていうことで、まだまだ私は喋りたい自己紹介ってたくさんあるんですけど、今日はこの視点からお届けしてみました。最後まで見ていただいてありがとうございます。また別の動画も見ていただけたら嬉しいです。さようなら。